但这马车看着还挺好的。愛する我が息子ルーデウスへ、何が起こっているのかわからないと思う。すべてはそこの筋肉だるまに聞けと言いたいが、脳みそまで筋肉でできているのでろくな説明ができないだろう。为什么不直接说清楚呢？早速本題だが、お前の仕事が決まったぞ。ロアに住む9歳のお嬢様の家庭教師だ。哇，他这个水平已经可以当家教了。しかし、それならなんで気絶させる必要があったんだ。そこにいるのはその家の用心棒兼剣術の師範だ。お前に剣を教える代わりに自分も一緒に習いたいとか言い出したらしい。脳みそも筋肉のくせに何を言ってるんだと笑わないでやってくれ。だがそいつは剣王だ。剣を習うならそれ以上の適任は見つからない。腕は保証する。父さんは一度も勝ったことがない。ベッドの上以外ではな。他看到一个就跟一个睡。ほんとモテるのな、あいつ。お前はこれから12歳までの5年間、その家で読み書き算術および簡単な魔術を教えることになる。そしてその間の帰宅手紙などの一切の接触を禁じる。なんだと。なぜならお前がシルフィエットに依存し始めているように感じたからだ。それはあの子にとっても良くないと判断した。やってくれたな、パウロ。働き、金を稼ぎ、自立した生活を送ることでより一層立派な。有点让我想到我5岁多就被送去寄宿学校。パウロはお前のことを愛しているな。追伸、お嬢様ならいいが筋肉だるまは俺の女だから手を出すのですって。死性不改。了解。思うところはたくさんあるが、今はこれでよし。よかった。シルフィは一人ぼっちになるかもしれないが、自分の問題は自分の力でシルフィ他就会很孤单。俺もそれに甘えていてはダメなのだ。決して未練はないぞ。でも1年に1回ぐらいは会いたいな。对，这样时间很长啊。还挺可爱的。小孩能喝酒吗？还是什么果汁儿吗？はじめまして、ルーデウス・グレイラットです。貴族の挨拶は左足を下げて右手を回し。哦，鲁迪还没有学过这些。こうですか？そうそう、悪くない。かけて。私はフィリップ・ボレアス・グレイラット。根本记不住。町長だ。パウロとはいとこに当たるのかな。するってと何かい？僕の親戚に当たるわけですか？そうなるね。ほう、なるほど。読めてきたぞ。あの野郎。那保罗亲戚感觉还挺大富大贵的。まさかこんな身分の高い家だったとは。それで話はどこまで聞いてる？5年間ここでお嬢様に勉強を教えれば魔法大学。他不会跟大小姐又搞上了吧？それだけ？まったくあいつは相変わらずだ。まあいい。とにかくまずは娘に会わせよう。話はそれからだ。その年ですごく優秀だそうじゃないか。師匠の指導の賜物です。随分とできたことを。但是他们这么大富大贵的家庭，难道不会请一些其他的那些厉害的老师吗？うちの娘は少しだけわがままでね。ごく一部以外の人間に懐かないんだ。君にも期待はしている。所以不好找老师吗？パウロの頼みだから試してみるだけだ。随分とはっきり言いますね。自信があるのかい？実際に会ってみないとわかりませんが。エリス、
新しい先生を連れてきたよ。哦，这是不是 opening 里面那个？苛烈。一目見た瞬間そう思った。俺の五感すべてが赤信号を灯している。他要移情别恋了。はじめまして、ルーデウス・グレイラットです。何よ、年下じゃないの。年は関係ないと思いますけど。何、私に文句あるわけ？でもお嬢様は僕ができることができないわけです。生意気よ。私を誰だと思ってるの？第二印象啊，は这なんで殴るんですか？年下のくせに生意気だからよ。贵族家小姐一看就被宠坏了。鲁迪直接给他上了一课。これで人に殴られる痛みが分かりました。哇，这音效！誰に手を挙げたか後悔させてやるわ。没人阻止一下。可能就是怕他不乐意，所以把他打晕。哇，这音乐！どうだったい？どうもこうもあんな凶暴な生き物。あ、いえ。就是被你宠坏的吧？どうする？諦めるかい？諦めません。のこのこと帰ったとなると。他要为了这笔工资啊，还要。おお、よく言ったね。今までの教師はここでみんな音を上げていたんだ。しかし何か策でもあるのかな？そうですね。魔術を使えばボコボコにできるだろう。いや、それはダメだ。喧嘩で勝っても言うことを聞いてくれるわけがない。下手すりゃやられた10倍以上の仕返しをしてから。冗談じゃない。治癒魔術だけは喋れないと唱えられないんだ。一芝居打ってみてはどうでしょう。お嬢様に自発的に勉強をしたいと思わせるんです。おお、詳しく聞かせてくれ。協力なら惜しまないよ。わかりました。ではお願いしたいのですが。ごゆっくり。这房间比他自己家里他的屋都要大吧？策は練った。うまくいけばいいが。生前みたく殴られて叩き出されるのはもう嫌だ。失敗は許されない。这次不逃避。身体が村に置き去りだ。神様、どうか成功に導いてください。哦，已经开始演戏了吗？それなりに綺麗なところだって話だったが、まあ雰囲気はあった方がいいか。あとはここから魔術と知識を駆使して脱出帰宅する。勉強の大切さを存分に思い知ってもらうぞ。おはようございます、お嬢様。不会是什么英雄救美的戏码吧？何よこれ。どうやら僕たちは拉致監禁されてしまったようです。ああ、魔術が使えたら簡単に縄を焼き切ることができるのに。ふざけんじゃないわよ。但感觉以大小姐这个蛮力也能直接扯开。おお、ナイスチョイス。これなら自作自演だとバレることもないだろう。这是真的吧？这不是演的。いい演技力だ。臭い、近寄らないで。私は誰だと思って何調子に乗ってんだ。天，头发丝儿都扯掉了。やりすぎじゃないか。
他是怎么能把他们绑架出来的呀？大小姐哪经历过这种啊？牙都打碎了。给他治疗。就让他感受到魔法的好用。おとなしくなったか。ああ、殺してねえだろうな。あんまり傷つけるんじゃねえぞ。ああ、まあ最悪男のガキだけでもいいんじゃねえか。よくねえよ。哦，所以他是不是想要大小姐？そうでもなさそうだ。魔術でぶっ飛ばしてみるか。しかし実力がはっきりわからない以上、それは危険だ。それにお嬢様に結局は暴力だと思われてしまうのも良くない。後でずっと殴られる羽目になってしまう。まあいい。どちらにせよ、俺のやることは変わらない。易如反掌。果然是要英雄救美。他就是想逼他说出来。哦，这小提琴。所以不要在监狱和牢房放这种窗户。直接抛脑后了。笑死。そんなこと言ってすぐに約束を破るんでしょ。破らないわよ。僕の言うことが聞けるならついてきてもいいですよ。ここはロアの隣町みたいですね。読めないわよ。杜迪还是有点当老师的潜力的。算術ができれば一人でだって家に帰れます。ならあんたが全部やればいいじゃない。僕は召使いでも使用人でもないんですが。何よ、家庭教師でしょ。違いますよ。え？お嬢様が気に入らないと言ったのでまだ雇ってもらえてません。我还以为是冲他们来的。お嬢様、ロアですよ。ここまで来ればもう安心です。そうね。安心したら眠気が来たか。对正常的小孩来说，现在已经很晚了。大体は計画通り。少しは俺のことを認めてくれたと思いたい。使用人さん。
这佣人不会是坏的吧？なんだガキ、おとなしくしてりゃ家に帰れたのによ。不能大声说话。その女の子を返してください。それはできません。エリスお嬢様には言ってもらわねばならないところがあるのです。お前、思ったより魔術が使えるみたいだな。こっちにつけよ。分け前をやる。それは具体的にはいくらぐらい？アスラ金貨100枚でいかがですか？それは魔法大学の入学金2人分よりも高いんですか？そうですね。10人入ってもお釣りが来るでしょう。哇，这敲打的是什么锣吗？それは魅力的ですね。什么鼓？私は散々そこの娘からひどい目に遭わされましてね。あなたも家庭教師になればきっと同じ目に遭わされますよ。そんな年でも金の大切さはわかるだろう。わかったらその手をゆっくり上に上げてくれ。真的吗？这个佣人就是因为这种理由お就…金よりも大切なことも分かってるつもりです。綺麗事抜かしてんじゃねえ。綺麗事じゃありません。思えば俺は今まで金の心配など全くしない生活をしていた。20年近い他肯定会救他的了。エロゲとネトゲにまみれた俺の半生。その狭い経験でならわかる。ここでお嬢様を裏切ることの意味、ここでお嬢様を助けることでつながる展開。金じゃデレは買えないんです。はあ。おっとしまった、本音が漏れた。哦，很漂亮。螺旋飞镖啊！すまんね。很帅。他们都不会魔法。よし、勝った。破れかぶれじゃない。パウロが言っていた。木神流には剣を投げる技がある。剑士。哦，是不是那个兽人啊？这么快，要让我想到海贼王的那个夏洛特。这什么见闻色？哇，好帅！我好喜欢这大姐姐。他不想杀人的。敵はこれだけか。はい、ありがとうございます。いきなり爆発が起こったので見に来たが正解だった。しかし一体何があった？二人で出かけるとは聞いていたが。ギレーヌ。陆地肯定很有罪恶感吧？エリス、ずいぶん遅かったじゃないか。何があった？フィリップ様、これは違うんです。誤解なんです。そういうことか。連れて行け。但是怎么能这么容易的把大小姐给绑走啊？在这个府里面。大丈夫かい、エリス。
哦，他还在想着那个约定呢。はい、もういいですよ。失敗か。まあ失敗だよな。策に溺れて結局ギレーヌに助けられたんだ。どうしようもない。哦，我知道了，应该是因为那个佣人，他当时鲁迪说那个计划的时候，他就在场，所以他就将计就计了。哦，他是想到了自己如果是再死一次。ってことは、つまり OK ってことですか？ここで働いてもいいってことですか？ありがとうございます、エリス様。様はいらないわ。エリスでいい。さっきの選択肢で好感度が上がった哦，像是在攻略游戏一样。家庭教師にしてから仕返しでもするつもりだろうか。まあどちらにせよ、ひとまず今は生まれて初めての職に就けたことを喜んでおくとしよう。这集音乐真的是深得我心，而且它不只是一段，它好几段音乐都做得特别好，并且非常契合上它那个打斗的动态的那个场面，配合上鲁迪就是炫酷的那种魔法招式，真的还挺带感的。基列奴小姐姐真的好飒呀，应该说是大姐姐。她在房顶上跑的那段，包括她类似于像是能把时间定格、瞬间定格，然后呢斩杀。整个场面真的太帅了，不愧是剑王吧！如果鲁迪真的能从剑奴这里能学到这些剑术的话，那他直接无敌了。演员出了之前，他一直待在的那个小村庄，一到了这种大户人家，就一下就明显感觉到贵族，然后女仆、佣人他们这些不同的阶级在这里会扮演一个什么样的角色。不知道是不是那些兽人女仆也像基列奴一样，都是那种不识字的。我现在预感呢，就是这个红发小妹妹她会因为鲁迪的这次英雄救美，然后能铭记他，然后在长大之后，或者说还甚至没有真的长大，就会对他有什么倾慕之情，就像希勒菲特一样。我原本以为鲁迪看到躺在雪里面的那个死人，他会想到的是罪恶感，但其实是这一场景又让他想到了自己再次死亡的可能性。可能这一方面就是可以激发他更多学习剑术啊、魔法啊、保身的那些技能，去保护自己。另一方面呢，也可以说他会就是格外的再次珍惜这个转世这一次机会，因为如果这一次他再死了，或者是他又捅出什么娄子，可能这就会永远的结束他的生命，他再也回不去，再也没有再一次机会了。以及看起来其实真能发现鲁迪他这个脑子是很好使的，不管是学习魔法上，还是运用自己的机智去调教这些不听话的小朋友，或者是体现在他的这个战斗思维上，包括他学习这些贵族的礼数礼仪，这都多亏了他前世带过来的记忆，所以应该能看出他前世肯定也是一个很聪明的人。还有一点觉得做的还挺不错的，就是它的很多分镜是有意义的，是有细节在里面的，所以很多可能最开始脑海中的疑问会在观看的过程中一步步消解。把鲁迪送走5年，完全不让他有任何跟家里联系，这个真的有点放养那意思了。那我以前就比较小时候就开始住那种寄宿学校，其实最开始是真的非常想家，但后面适应了之后，反而就会变得非常不想家，而天天想往学校里钻。但是能看出来，鲁迪他对这个5年的分别这件事情，他唯一的牵挂只有希路菲。他其实对于那个保罗和他妈妈是没有什么很浓厚的那种情感连接的。这可能也是因为他并没有把他们真正当成自己的亲人。本来我觉得是说，是不是这个兽人他就是更容易被雇佣成佣人，等于说他们的阶级可能会低等，但是。就是不管是保罗家还是这个贵族家，其实也都有人类作为侍从，
基列奴姐姐她可能是自己选择更加的去精炼自己的剑术，而不去学习读书写字，这可能是她自己的选择。就可能人类和其他的种族，大家都各自有各自的贵族，或者说是比较高的阶级。联系到就是保罗他就是有自己这个高贵家族的亲戚，所以呢可能这也是为什么他能去学剑。基列奴学剑说不定也是类似的原因。说不定这些大的家族或者说是比较名贵的血统，他们还是比较看重这个剑术或者体格格斗这些方面，而没那么在乎一些学业上的、听说读写上的一些训练。保罗自己也是承认说自己剑术上面是打不过基列奴的。我觉得这里面说不定有一定成分是因为基列奴是兽人，可能因为他们看上去就是格外的高大强壮，虽然一部分肯定是他自己后天练的。可能兽人这个基因本身它就是比较适合于这种格斗和剑术的，就让我想起海贼王。当时基列奴在房顶上跑的时候，就让我想到了夏洛特，就是他们那些皮毛族他们就是有自己的特定的基因和特征的。可能在这个世界里面，每个种族不同的种族可能也是有自己不一样的特点和擅长的地方。我觉得就是比较真实的一个点，就是鲁迪他虽然已经在这个世界里面生活了很多年了，但是他这么多年期间，在这么多集中，他还是不断的闪回他前世的记忆，并且他会跟现在的这个状况有所连接，这更能体现出来他前世的这个创伤是有多么巨大，留下了多大的阴影。因为他不可能说是在不断的慢慢适应这个新的世界之后，立马就能把所有曾经的一切都抛之脑后。当他就是每次在这个新的世界里受到挫折，或者是面对一些阻碍的时候，他会想到曾经那个自己，以此来给这个新生的自己一些打气和鼓励。其实这种对于创伤的这个态度转变是很需要勇气的。在他躺在床上的时候，发现自己没有带内裤，但是他却一直带着 Loxy 给他的那个护身符。我希望这是一个很好的预示着他会逐渐放下他对这个内裤的执念。目前一直也没看到爱丽丝妹妹她的妈妈在哪儿，好像一直说她爸爸在管家事儿，而且她爸爸肯定应该是比她妈妈这个权位要高一点的，那她妈妈可能是阶级比较低，或者是有其他要事在外。不过确实我感觉爸爸还是比较容易去就是溺爱女儿的。希望爱丽丝妹妹能虚心受教之后成长为一个独立强大的女性，而不是最后就是跟西路费党争，虽然我觉得很有可能发展成这个情节。那这期视频到这结束，我们下期再见，拜拜。